皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回は用具についてやっていこうかなと思います。で、今皆さんは最適なグリップっていうのはもう今お決まりでしょうか？実際今シェイクハンド、ペンホルダーでグリップ、このラケットが今ストレートとかフレア、コニック、アナトミック、ペンの場合は中国式、日本式などさまざまなグリップが流通しています。でそこで今皆さんのグリップ本当に自分に合っているのかどうかっていうのを、今回いろいろ話をしていこうかなと思います。でグリップについてあまりこだわりがない方は逆にこの話を聞いてもらえると自分に合ったグリップっていうのが見つかると思いますので、よかったら参考にしてみてください。ではまず最初ですね。シェイクハンドでやっぱり一番スタンダードっていうイメージがあるのはやっぱストレートタイプですね。 ST って書くカタログにはよく書いてあるんですが、このグリップが一直線になっている、グリップの入り始めから終わりまで同じ太さで一直線になっているグリップがストレートグリップっていう、直線なグリップになります。でこのグリップの特徴としましては、このグリップはラケットの角度を変えやすいというメリットがあります。例えばドライブ打っている最中にバックに打ち抜くとき、急にコースを変えるときに面をやっぱバック側狙うときは面を少し開けます。でこう開けたりするときにこのストレートグリップはこの手首の可動域っていうのが結構大きいです。すごく大きいために急に面を開いてシュート気味にバックに流すこともすごいしやすいですし、打ち合いしている最中急に巻き込んでドライブする、ラケットの面を急に内側に巻いてカーブドライブっていう風にするのも非常にやりやすいです。手首の自由度が非常に高いグリップなためにテクニシャンなタイプですよね。いろんな曲げたり急にコースをパッと変えたバックハンドでも急に手首使ってパッと変えたり、手首を使ってプレーする、手首を使って曲げたりするっていう方に非常におすすめなグリップになります。あとはそのストレートグリップのいいところっていうのはグリップの握り替えがやりやすいですね。よくシェイクハンドでフォアとバックで握りが違う方、もしくは打ってる最中握りがいろいろ親指が立ったり下がったり人差し指が一本差しになっている人からこういう入れ替えですね。指の移動が非常に楽です。他のグリップですと一直線じゃないためにこういうグリップを変えるときにちょっと引っかかったり手間取るんですが、ストレートグリップは一直線でスラッとなっているので瞬時の握りを変えやすいです。だからグリップで握りを変える、よく打ちながら変えたりしている人はこういうストレートグリップがいいのかなと思います。ワルドナー選手は打球ごとに最適なグリップに持ち替えて打球しているっていう話を聞いたことがあります。なのでバックハンドはこのグリップ、フォアハンドはこのグリップ、多分決めに行くときはこのグリップっていうふうに多分瞬時に変えています。そういうワルドナー選手のすごい天才のボールタッチ、その瞬時に変えるっていうのはこのストレートグリップから生まれているっていうのもあるのかなと思います。だからやっぱストレートはそういうテクニック重視のいろんな打法で打ち分けるっていうのがおすすめです。でこのストレートグリップのデメリットっていうのももちろんあります。それはやはりストレートっていうことで手首がやっぱり自由に効くっていうことで、逆に手首を固定して安定して面を作るのが難しいです。だから面が勝手に動いてしまうので、だからブロックで押さえようとしてもちょっと面がぐらっと揺れたり押されたりしちゃうこともあります。それはでも慣れの部分かなっていうふうにも正直思いますし、手首でなんていうんですかね、使って手首の自由度を生かしやすいストレートグリップでちょっとかけてやることができれば何も問題ないのかなと思います。なのでぜひストレートグリップ、標準で、あとはフォアハンド出演にストレートグリップ人気ですね。私のイメージではやっぱフォアハンドストロークを超えて打つときにストレートグリップは自然に面が開きます。開いた面でこうやって打てるっていうのがポイントですね。面が開きやすいので、だからフォアハンドグリップとかにも適していると思います。フォアハンド主戦、フォアハンドグリップ、ストレートを使ってて上手い選手は結構やっぱフォアハンドが武器の方がやっぱり多いですので、そういうのでも選んでいただいていいのかなと思います。
では次ですね。次はこちらのフレアグリップですね。やっぱりシェイクってストレートと同じぐらい、比率が高いのはやっぱフレアですよね。このグリップの始めが細くなってて終わりに行くにつれ広がっていくっていうタイプです。このフレアのグリップは、握るとまずおーっていう、そのなんていうんですかね、すっぽ抜けないフィット感っていうのがあります。こうなんていうんですかね、ラケットが抜ける感じ、飛んでいく感じがしないんですよね。ストレートは飛んできそうな感じがするんですけど、フレアはしっかりここが根元が太いので、そこで止まるような感じになっています。なのでそういう意味でがっちり握るタイプですね。がっちり握れます。がっちり。なのでイメージ的には前人攻守タイプにすごい向いているのかなと思います。ストレートグリップはどちらかというと中陣でドライブをかける、手首を使ってしなやかにヨーロッパ選手のような両ハンドをかける選手がおすすめですが、フレアは前陣で速い卓球をするような感じに向いていますね。グリップがストレートで対照的で面が固定されるっていうことで面は開けにくいです。開けたり巻き込むというのはちょっと難しいんですけど、でもその分面はしっかり安定するので、ブロックプレーとか前でのカウンターの速いプレーなどするときに相手の球に押されないです。フレアグリップはあとは握りを変えない方がおすすめですね。ストレートは握りを1球ごと変えたりするのがいいって言ったんですが、フレアは固定している方ですね。フォアもバックもほとんど握りを変えない方がおすすめです。やっぱりこのフレアは握りを変えにくいです。やっぱここの部分が邪魔して握り変えようとするときにちょっと引っかかる感じがあるんですよね。で引っかかってしまうとグリップ変えるのが遅れてしまって打てないということになりますので、できるだけフレアを使う人は握りがもともと固定されている。私も結構握り固定しているタイプですね。フォアもバックもほとんど同じグリップで打球しているので、だからフレアが私は合いますね。で握りを固定しやすく、そのままそれで前で速い切り返しとか、握り固定なので両ハンドで速い打点で打てますので、なのでやっぱこっちは前陣で攻守か前陣両ハンドタイプに向いている。結構現代のトップの世界のトップの主力選手がフレアを好むっていうのはやっぱそういうところなのかなと思いますね。前で速い両ハンド卓球、握りを別にそんな大きく変えずに速くパン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 。なので中国選手は結構フレアが流行っているっていう感じがあります。ぜひ試してみてください。で次ですね。次はここにはないんですが、コニックタイプっていうグリップがあります。コニックタイプはちょっと最近やっぱり少ないっていうこともありまして、実際私も今持ってないんですけど、このストレートのグリップと先ほど紹介したフレアのグリップの間かなっていう感じがします。直線でちょっと根元が太くなっているっていう感じですね。フレアは明らかにこう手前が細くて後ろが角張っている、広くなっているっていう状態ですが、コニックはその間でちょっとずつ太めになっているっていうこういう感じですね。なのでフレアとストレートの中間なので、だからある意味バランスが取れていると思いますね。前でも後ろでも両ハンドが触れて、で面の作り方も臨機応変に面を開いたり巻いたりすることもできるし、面を固定して前で速い卓球、握りを固定した卓球、握りを変えた卓球なども比較的やりやすいかなと思います。なので結構いいとは思うんですが、あんまりコニックが流通してないというのはちょっと不思議な感じがします。で次ですね。次は今度はアナトミックのグリップですね。こういうちょっと変わった感じで真ん中にボコってなってて、また一番下にもボコってなっている、ボコボコボコっていう感じのグリップです。でこのグリップは私も昔高校の時でよく使っていたのですが、まず握った時にこのフィット感がすごいあります。この手のひらのこの握る時にこう握るとここの手の空間がなくなるんですよね。ストレートとフレアはこう握った時ちょっとここに空間があります。この中で見えないんですけど、この手の中とグリップの間に空洞ができるんですけど、このアナトミックグリップはうまくこの手とグリップの間の空洞がなくなってピタッてくっついてるんですよね。中でしっかりフィットされてるんで、なので握っててグリップを持ってる感じがしますね。すごいフィットしますね、ガチッと。なのでグリップがどうしてもなんですか、緊張して試合ができないとか、ちょっとイップスっぽくなってる方は案外こういうアナトミックとか使うと
安心できるんじゃないかなと思いますね。グリップはしっかりこうラケットを持っている感じがあると、思い切ってプレーもできますし、自信持って心の中で余裕持ちながらドーンって打ち切りに行くこともできます。なのでそういうフィット感を重視したい方はとにかくアナトミックっていうのもいいと思います。これは前でも後ろでもオールラウンドに戦える。グリップもチェンジするでもいいしチェンジしないでも OK っていう、コニック的な中間的な要素を多く含んでいるタイプですね。でアナトミックグリップっていうことになります。でペンホルダー、この日本式と中国式が両方あるのですが、やはりグリップ、グリップで好みで選ぶというよりかは、プレースタイルの方が近いですかね。やはりフォアハンド主戦は日本式ペンの方がやっぱフォアが振りやすい、体が動きやすい、ラケットの構造上重量が軽いためにフォアで回りやすいっていうメリットがあります。で中国式はやっぱり裏面も振りやすい、ショートが止まる、でフォアとバックの、今の両ハンドの卓球に対抗するにはやっぱりこう両ハンドがやっぱついていけないといけないので、だからやっぱ中国式の方がこのバックの安定感がやっぱ上なのかなっていう感じがありますね。でグリップは好みとしてはやっぱり中国式の方が太いので、日本式よりも太いのでわしづかみっていうグリップなんですけど、ずしっと握ってあげるような感覚の人が、しっかりフィットするっていう感じですね。しっかり握るのが好きな人は中国式グリップの方が合うかなと思います。日本式みたいに親指と人差し指でちょっとつまむっていうのもありだと思います。なのでペンホルダーはどちらかというとグリップの、好みというよりかはプレースタイルによって中国式か日本式かっていうふうに変えてもらった方が、的確なのかなと思いますね。あとはグリップ各それぞれシェイクバックシェイクとペンそれぞれ、あと細め太めとかもありますが、やっぱ細い方が手首が使いやすい、ドライブ時に手首を使ってかけやすい、細かいプレーがやりやすいっていうのがありまして、で太いグリップの方はパワーが出やすい、もしくは相手の球威に負けないっていう、その面が押されたりしにくいっていうのがありますので、パワーに負けにくいっていうのがあります。なのでグリップで太めの方が上級者に好まれるっていう傾向がありますね。そういう感じで皆さんぜひ自分に合ったグリップ、自分は何が適しているかなと今回思ったかなと思います。なのでよかったらその合ったグリップでやってみてください。ありがとうございました。